皆さんこんにちは。今回も音の違いに関して繰り返しいただくご質問ご意見にお答えします。ぜひ最後までご覧になってください。ほんの少し良くするために莫大な費用がかかるんですよというご意見です。確かにその通りです。例えば歪みをある程度追い込んだ後はそこからさらに良くすることが難しくなって費用がかかる場合があります。現代のオーディオ機器の性能は聴覚限界を超えています。莫大な費用をかけて少しばかり良くしても耳で聞く音は変わらないことに注意してください。聞こえないから意味がないかというとそうではありません。無意味な過剰スペックは物の価値を高める効果があります。数値で音が良ければメーカーも苦労しないよというご意見です。オーディオ機器の音は数値だけで評価できますが、耳で感じる音には数値以外の要素が関係します。時には噂や定説が数値より優先されます。例えば数値ではるかに劣るベルトドライブがダイレクトドライブより音が良いという噂があります。見た目や値段は常に数値より優先されます。値段が高いものはほとんどの場合安いものより音が良いと評価されます。メーカーが苦労するのはこのような数値以外の要素が評価に関係するからでしょう。原音再生なんて所詮は無理なんですよというご意見です。原音再生というのは生の音を目の前に再現することではありません。オーディオ機器の原音は CD やレコードに記録されている情報です。原音再生はこれらの情報を色付けなく再生することです。忠実再生とも言います。オーディオ機器は基本的に忠実再生を目指して作られています。忠実再生が達成されると複雑な楽器の倍音も音の揺らぎも微妙な息遣いも弦楽器のざらつきも録音通りに再現されます。現代ではほとんどのオーディオ機器が忠実再生を達成しています。ところで忠実再生した音が自分にとっていい音とは限りません。これは別の問題です。天井の高さ、定位の前後感、ステージの広がり、録音の芸術性を数値で示せますか？というご質問です。このチャンネルが数値で示すのはオーディオ機器の特性です。天井の高さとか前後感とか広がりは音楽ソースに関係することで、オーディオ機器の特性ではないことに注意してください。忠実再生できる機器を使えば、天井の高さも前後感も広がりも録音通りに再現されます。忠実再生の度合いは P という制限波を使って周波数特性と歪みを測れば直ちにわかります。芸術性や偉大性や演奏者の情感は音ではなくて見た目が関係します。これらを十分表現しようと思ったら見た目に芸術性や偉大性の高い機器を選ぶ必要があります。ハイエンドオーディオの存在意義はそのためにあると言ってもいいでしょう。MC 型でもフォノケーブルによって音が変わりますというご意見です。MC カートリッジは出力インピダンスが低いのでケーブルの影響を受けません。ここで問題です。変わらないものが変わって聞こえる場合は次のどちらでしょう？物を見て値段を知った上で聞くと何でも違って聞こえます。自分の感覚は他人の感覚と同じくらい当てになりません。測定でわからない音を聞き分ける耳が良い耳ではありません。良い耳とは自分の感覚が当てにならないことを知った上で客観的な評価ができる耳です。
アンプはシャーシやケースで音決めしています。例えば逆さに設置しただけでも音が変わります。というご報告です。アンプの音はシャーシやケースで変わることはないし、逆さにしても音は変わりません。変わらないものが違って聞こえる場合は、テストのやり方が間違っています。例えばシャーシやケースがどう変わったか知った上で、音楽ソースを使うやり方では、音の比較はできません。ブラインドテストしたから確かだとは言えません。私たちアマチュアがリアルな世界で正確なブラインドテストをやるのは困難です。アンプで音が変わった場合はテストのやり方に問題があったと考えられます。まずはこれを調べるのが先決です。制限波とフーリエ解析と歪み率で機器の音がわかる。そんな単純な話じゃないんですよというご意見です。音の違いは制限波を使ってフーリエ解析した結果、つまり周波数特性と歪みで説明できます。極めて単純です。例えばトーンコントロールのバスを持ち上げれば、周波数特性の低域が持ち上がって音色が変わります。アンプのボリュームを上げすぎると歪みが増えて音色が変わります。ところで私たちが感じる音の世界には数値で示せない要素がたくさんあります。例えば次です。これらの感じ方は人によってバラバラです。確かに単純な話ではありません。このような要素はブラインドテストで排除できます。目隠しすることで全て消え去ります。耳で感じるものが真実とは限りません。ブラインドテストの結果は、今まで音の違いに関係すると信じられてきた要素のほとんどが錯覚だったことを示します。そんなことはない、数値では表せない、耳でないとわからない要素はあるんだと思う方は、このチャンネルのブラインドテストにトライしてみてください。数値化は無意味ですというご意見です。測定と数値化には意味があります。数値が見せるのは真実です。これによって存在しない音の違いに大金を出してしまうミスを防ぐことができます。人間の耳は見た目や値段や他人の評価や物の作りに影響されます。真実を知ることでオーディオ機器の価値を正しく評価できるようになります。CD プレイヤーの音はメーカーごとに違いますよというご意見です。CD プレイヤーの音は登場初期のモデルから現代のモデルまで全て同じです。モデルによる音の違いもメーカーによる音の違いもありません。周波数特性や歪みを調べると細かな違いが見つかりますが、人間の耳にはわかりません。初期の CD プレイヤーは16ビットの分解能がありませんでしたが、十分性能が良くなった現代のモデルと聞き分けできません。これは最初に決められた CD のスペックに余裕があったためと考えられます。このチャンネルには CD プレイヤーのブラインドテストがあります。CD プレイヤーに音の違いがあると思う方はまず聞いてみてください。周波数特性の2次元グラフでは位相や過渡応答はわからないんですよというご意見です。振幅一定の制限波を使って測定した周波数特性は分母を1とした時の伝達関数とイコールです。特性の様子から位相や過渡応答がわかります。周波数特性がフラットなら音色がなくて過渡応答は完璧です。周波数特性にピークがあればそこの音が遅れます。右肩上がりなら過渡応答のスピードが原音を超えます。
インパルスやステップを与えれば実際の波形を見ることもできるし、ウォーターホールを求めることもできます。周波数特性には音の違いに関するほとんどの情報を含んでいますが、非線形の情報は含まれません。これは個別に測る必要があります。それが歪みです。結局、オーディオ機器の音は周波数特性と歪みの2つでほとんど説明できます。スピーカーの場合は音の広がりに関係する情報が必要です。それが指向性です。スピノラマはこれをあらゆる方向について数値化したものです。測定が絶対なら究極の音は即座にできて、すべて安い中華製で済むよねというご意見です。究極の音を忠実再生とするなら、現代のオーディオ機器はどれを買っても究極の音です。それなら安い中華製品でいいかというと、そうはなりません。音楽を聴く道具には音の価値と物の価値があります。究極の音が必ずしも良いとは限りません。レコードでは数値上のスペックが低いことが音の価値を生み出しています。物の価値は無意味なものに宿ります。例えば豪華な見た目や重さがあります。レコードプレイヤーには高いものの価値があります。このアイテムは長い年月を経て面倒な操作が目的になり得る道具に進化しています。昔のオーディオ機器には設計者の思いが込められています。音に関係しない筐体の構造も独創的な回路もユーザーにより良い音を届けようとする思いから生まれたものでした。メンテナンスで分解するとその思いに触れることがあります。設計者の思いが込められたオーディオ製品は音楽を聴く道具としての魅力にあふれています。中華製品は性能は十分でも音楽を聴く道具としてはまだまだです。魅力あふれるアイテムを使って好きな音楽を聴く。これはオーディオという趣味がもたらす大きな楽しみの一つです。ご視聴ありがとうございました。